皆さんこんにちは。今日はですね、マニアックな CPX の話を、ライブに関係してお話したいと思います。これがですね、先日撮った、ライブでの実際の、画像なんですけれども、これ健常人で撮っています。非常に元気な方で、ピーク VO2 がもう3576というちょっとありえない数字を叩き出しているものなんですけども、これを土台にしていろいろ喋りたいと思います。まずこの部分、レストですね。レストっていうのは、安静ですね。安静剤で、安静剤っていうのは一滅ですよね。で、一滅で、実際ここの白い線が VO2 ですから、347、これが一滅かっていうと、実際これ一滅よりちょっと多いんですね。これは皆さんも分かりますよね。こう実際座っていて手とか、背中とかいろんなところに力がやっぱり入っているから一滅をちょっと超えると。で、それはそれでいいと思います。で、次にこのガス交換比 R ですよね。で、これエネルギー気質に依存しますよね。で、糖質ばっかりだったら 1.0、脂質ばっかりだったら 0.72 とか 0.71 とかですね。脂質の中でそのパルミチン酸が多いかステアリン酸が多いかとか、そういうのでその辺は若干変わるということです。でも和食のバランスだと 0.82 とか 0.83 が多いということですよね。和食っていうのは、心臓病予防に非常にいいですから、その 0.82 は大切にした方がいいと思うんですけどもね。R が高いことありますよね。1近く、あるいは途中でこう上がっちゃった時、それ何が起こったかというと、大体過換気ですよね。その時だけ急に糖質の代謝が出てくるとか、そんなことないですからね。で、過換気で、肺胞での CO2 の拡散の極めて良好なために CO2 がこう出ちゃうわけですよね。で、その結果としてですね、骨格筋での貯蔵されている CO2 が、低下するわけですよね。その辺骨格筋の CO2 も含めて肺から出ちゃうということで、そうするとですね、VCO2 というのがその最中ですね、CO2 が出てる最中には R が高くなると。で、その骨格筋から出た後に何が今度起こっちゃうかというと、このシュードスレショルドという話が出てくるわけですよね。後でこの AT っぽいところの話があるんだということをよくライブの時お話してますよね。で、ここの安静時の R が高い、要するに過換気が起こってる、あるいはウォームアップ中に R がぐーっと1を超えちゃってるのが続く、そういうのがあっても骨格筋の CO2 が失われてるんだなってまず思ってください。で、それに絡んで、ウォームアップ飛ばしてもランプのそのシュードスレショルドの話に入っちゃいますけれども、ランプ負荷を始めて VO2 が増えて VCO2 も増えますよね。これ別の画像にしましょうか。こっちにしましょう。白が増えると黄色も当然一緒に増えますよね。ブドウ糖の代謝に伴って VCO2 が増えますからね。で、ところがレストとかウォームアップで、過換気が起こって骨格筋内の CO2 がなくなっていると、足で産生された CO2 はまず足に溜まるんですよね。で、どんどん溜まって満たされると、口元から出てくるということになるんです。これまたパネル1に戻すと、で、CO2 に VE は、依存していますから、この VE、VO2、この最初はですね、VE がやたらと小さいんですよ。ですからこの VVO2 はですね、こうちょっとしばらくこう下向きに来て、で、足の CO2 が満たされると急に CO2 が出てきて、VE が大きくなって VVO2 が一瞬ビュッと大きくなるんですね。で、ところがその後で、普通の状況だと VVO2 はだんだんガス交換効率が良くなるから下がってくるということが起こって、本当の AT が出ると。
でさ、最初に骨格筋の CO2 が満たされるために上がってくる、ここは本当に AT じゃない、これはスレッショールドというわけです。でその後に来るのが AT ということですね。でスレッショールドの後ちゃんとしたパターンに戻って AT になるまで、ここは非常に短い場合があるんですね。ですから AT のところが本当カクカクっとなるだけのこともあるんですが、最初に過換気あった場合はそのシュードスレッショルドというのを、忘れないで AT の解釈を間違えないようにしてください。この安静時に戻りますけど VVCO2 ありますよね。この場合 31.1 低い高いと 36.7 となっていますけれども、ここの数字予後の指標になります。VVCO2 スロープとか、VVCO2 のネイダー、この最低値ですね。これが予後の指標になるとよく言われてますけれども、安静時の VVCO2 も同じような意味があって、予後の指標になるんですが、これ見てわかるように非常に変動しやすいんですね。安静時っていうのは呼吸をいろいろ自分で意思でコントロールもできますから、 V っていうのは結構変えることができるんですね。でそういった意味で安静時の VVCO2 が予後の指標になるっていう、論文っていうのはあまりないんです。当時、昭和大学に行った永山先生がですね、そういう論文というか発表を日本循環器学会でしました。でそれ以来あんまり見てないですよね。非常に安定した呼吸してくれれば予後の指標になると思ってください。でも心不全が重症な人って安定した呼吸してないですよね。ですからここ、非常に乱れるので、なかなかそういう予後を見たい人にほど見られないという、そういう、反応があります。下のパネルにちょっと移しまして、この2番目はですね、この VO2 オーバーハートレートのがこう出してあるんですね。よく出してあります。呼吸数を出すこともありますけど、デフォルトは VO2 オーバーハートレートを出してあります。これ O2 パルスとか酸素脈っていうものですけども、ストロークボリュームの指標ですよね。V.O2 っていうのは、カーディアックアウトプット×コンテント AVO2 ディファレンスというものですね。これ FIC の式というふうにみんな言ってますけれども、FIC の論文式書いてないんですよ。文章で書いてあるんです。ですから FIC の式って本当に言っちゃいけないんだと、師匠の谷口浩一先生がよく言ってました。FIC の論文に書いてある、関係式というような、そんな感じですかね。で V.O2 をハートレートで割ると、要するに VO2 オーバーハートレートっていうのはカーディアックオートプとハートレートで割ったもの、要するにストロークボリューム×コンテント AVO2 ディファレンスというものですね。で左右入れ替えたりして、ストロークボリュームっていうのはコンテント AVO2 ディファレンス分の VO2 オーバーハートレートということになるわけです。ですからこの、赤いのがだいたい 4.6 とか5とかなってますよね。今言った式の VO2 オーバーハートレート分子が5から6ぐらいで、分母コンテント AVO2 ディファレンス、これ安静時いくつぐらいかというと、だいたい4から8ボリュームパーセントというふうに言われています。コンテント AVO2 ディファレンスというのは、動脈血の酸素含有量引く静脈血の酸素含有量ですよね。で酸素含有量っていうのは 1.34× ヘモグロビン濃度×、サチュレーションの O2 ですね、 SaO2、 それに 0.003× PaO2 酸素分圧なわけです。0.003 というのは血液1デシリッター中にどれだけ酸素が溶けることができるかで、1.34 っていうのはヘモグロビンが、くっつけることができる酸素最大量ですよね。ですから 1.34× アーベ×、大体、サチュレーションというのは96とか98とかですよね。でパーセントで、それに 0.003× PaO2 っていうのは大体、90から100とか100ですよね、大体ね。でも 0.003 だから大したことはないんですね。でその辺を計算すると、ハベは14で 98% で 100mm マーキュリーってなれば 18.7 という数字になるわけです。
CVO2 も SVO270%、PVO240mm マーキュリーとして計算すると 13.3 になりまして、でコンテント AVO2 ディファレンスは 5.4 ボリュームパーセントになるというわけです。で分子の O2 パルスが5としますと、分母のコンテント AVO2 ディファレンスが 5.4 ですから、ストークボリュームっていうのは 5÷5.4 イコール 93ml というふうに計算できます。これが負荷の途中でも、計算できるということです。で VO2 オーバーハートレートで、例えばその最大の負荷がちゃんとかけられたと。最大の負荷の証明っていうのは、ガス交換比が最低1.15 できれば、この計算に用いるんだったら 1.2 ぐらいいった方がいいんですけれども、で自覚症状もボルグ17あるいは19までいったとか、そういうようなことは証明されている場合に、その 50% のところだったらコンテントエブリディファレンスっていうのはランプ負荷中直線的に増えるんですね。である式がありますから、そこの式を代入して 50% 時点でのコンテント AV2 ディファレンスを計算してですね、でストークボリュームを求めることができるということです。これはUCLA のビル・ストリンガーという先生がですね、論文に書いていますので、ノンインベージブにストークボリュームを求める計算式というのが必要だったら、その辺を勉強してみてください。また安静時に戻りますけれども、安静時のパネル1の青線はハートレートです。これ非常に落ち着かないですよね。これが正常ですよね。これがピッと一直線になっていたら、それは絶対に異常だと思ってください。どんな異常かというと、循環器の関係でいくと、例えば AF フラッターの方ですねとか、ペースメーカーが入っているとか、A タキもそうですね。そういうような不整脈関係、あるいはですね、開心術後とかアブレーション後、心臓に何らかの心房ですかね、何かが加わった時、そういうような時、それから重症心不全で副交感神経活性の影響がほとんど取れちゃっている場合ですね、そういうような時には揺らぎがなくなります。で重症心不全はハートレートが90とか100で非常に速くって一直線で、見れば分かりますけどね、患者さんでベータブロッカーだけを使うとそれが下に落ちてきて、でも揺らぎがないということです。揺らぎに必要なのは副交感神経活性ですよね。交感神経活性っていうのはもう1秒以内に素早く出たり入ったりしますから、非常に素早く揺らぎを作ります。一方カテコラミン系統の副腎から出るなんて期待してたら何分間とか、そういう 1,2 分かかりますからね、そんなこの間に揺らかせることはできないです。交感神経終末の話でもやはりそんなに短時間ではないということですね。ですから副交感神経活性が失われた状態だとが関与するかもしれないというのは思っていてください。でその揺らぎと、あと心拍数、そのあたりを見て、その人の心臓の自律神経、その辺の状態を、考えるようにするといいと思います。ここでウォームアップ始まるんですけれども、ウォームアップ始める直前にそろそろ始まりますよって言って急に呼吸がハーハーし始まることがあったり、脈が増えることがあります。これはセントラルコマンドというものです。そろそろ漕がなくちゃといって大脳皮質がちょっと活性化して、運動の準備を始めちゃうということですね。ですからそろそろやりましょうとか、そういう掛け声はしない方が、この立ち上がり自定数とか見るときにはいいかもしれません。漕ぎ始めた後に呼吸が非常に急に速くなったりとか、そういうのはですね、それはエルモリフレックスの過剰な更新ということですよね。エルモリフレックスは足の細さに、比例しますので、しかももともと細いんじゃなくて、何かの理由で足が急に細くなってしまった、要するに 3,4 日間の安静入院を強いられたと、大体そういうことですよね。そういう時に起こりますので、そういう状況を考えてエルモリフレックスって考えてください。でそうでもないのになんかハーハーするっていうのは、それは不安定呼吸というものですね。精神的心因的なものが原因ということです。この辺りで呼吸が急に速くなったり荒くなったりいろいろするのは、セントラルコマンドエルゴリフレックス不安定呼吸、そういうのがあるんだというのを覚えておいてください。
VO2 はこう増えるんですけれども、この方はちょっとですねスポーツマンでこのウォームアップがですね20ワットちょっと軽すぎたんですかね。でしかも意気込みが強すぎたんでしょうかね。オーバーシュートしちゃってるんですけれども、これをですね移動平均かけたんですよね。動きを一つにして、それをもうちょっとなくすとフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3っていうその3つのフェーズに分かれるんですよ。この一定量負荷の時の V.O2 の増え方、3つの負荷に負担パーツに分かります。フェーズ1っていうのは別に足を動かしてエネルギー基質としてブドウ糖を使って酸素を使ってそういうんじゃないんです。ただ血液が動いたために肺から酸素がたくさん吸われたというそこのフェーズです。でフェーズ2がその後一定値に到達するまでに必要な、実定数のところで酸素摂取量がだんだん増えていくと、ですよね。でフェーズ3はそのプラトンになった時点のことを言います。細かく言うと一定量負荷の V.O2 はその3つのフェーズに分かれると。で、この一定量負荷が今20ワットですけれども、50ワット、100ワットだんだん増やしていってどうなるかと言いますと、彼の、AT はここですよね。120ワットですから120ワットまでは VO2 はプラトンになります。ところが150ワットとかでウォームアップするとプラトンにならないでどんどん伸び続けますね。で途中でできないと言って終わってしまいます。要するにここのウォームアップで AT は達しちゃったかどうかっていうのは VO2 がプラトンになるかどうかで見ればいいわけなんですけれども、なんで AT 以上のウォームアップだとプラトンにならないかと言いますと、この人はですね120ワットまでは酸素を使ってうまく使って ATP できるんですけれども、それ以上だと後期的にはできないんですね。でもどうにかして酸素を使った ATP 作った方が効率がいいですから、血管を開くとか、末梢でのボアエフェクトを活性化させると肝臓でのコリサイクルを最大限に使うとかいろいろして、なんとか酸素を使おうとする動きがあるんです。ですからじわじわ酸素摂取量が増えていくというふうになっていくわけですね。でもそれはもうできないと終わってしまうということです。じゃあ CO2 はどうかと言いますと VCO2 は AT 以上でもプラトンになるんです。で VCO2 っていうのはどれだけの仕事をしているかということの結果なんですよね。で150ワットの負荷を超えていれば VO2 がどんどん増えようとも150ワットに使った ATP に対する CO2 が出るだけですから VCO2 はプラトンなんですね。そういうことで一定量負荷が AT 以上で、VO2 がだんだん増えた時で VCO2 が見てみると平らだと、その辺で負荷量が一定量負荷強すぎたなとか見ればいいんですけれども、VO2 が AT 超えてプラトンにならないっていうこの知識はですね今まで一度も使ったことないです。全く無駄な知識ですので知っていればちょっと自慢できるかなぐらいの話かなと思います。それからランプ負荷に入るんですけども、ランプ負荷はですねVO2 一直線的に伸びるんですけれども AT 超えるとこの少し傾きが急襲になるんですよね。これは別にマニアックって話でもなくぜひ普通の人も知っておいてほしいんですけれども、さっき言ったように AT 超えてもどうにかして酸素を使うようにしたいんです、人の体はですね。で体温が上がりますから血管が拡張して末梢骨格筋に酸素を運びやすくなりますし、あと、ヘモグロビンのですね酸素回帰曲線がシフトするボアエフェクトが起こるわけですよね。pH が下がったりするとですね。で末梢で酸素放出が盛んになりますし、あと乳酸をですね、ブドウ糖に戻すコリサイクル、これ2モルの ATP 使うんですけれども、そういうことが肝臓で起こってまた酸素をたくさん使えるようになるとかいろんなことがですね起こる。でさらにですね、人間ですから骨格筋群をですね AT になった時点のそれをそのままだらだら使わないんですよね。今まで参加してなかった骨格筋群がまた出てきて、でそこでですね酸化酵素がまたそこで働いて酸素を使うということも起こります。ということで健康な人はデルタ VO2 デルタワークレートが後半はちょっと良好な数字になります。で
健康じゃない人はそう血流の増加とかがかえって悪くなるんですね。血流分配が悪かったりしますからね。あるいは虚血が起こるとかすると小骨格筋へ血流がいかない、酸素が使えないということでデータブーストデータワークというのは下がったりしますよね。その辺が健康な人とそうじゃない人の大きな違いだと思ってください。で、ここで、レンジパラメータ変更呼吸数と。で呼吸数、僕はよく RR スレショールドと言うんですけれども、呼吸数は AT を超えると、立ち上がります。でそして RCP を超えると、こっちの可能性があるかな、さらに吸収になるというこういうパターンを示しますね。で、彼相当長距離走ってるからここで立ち上がらないかなとも思ったんですけれども、割と素直に上がってくれてデモンストラブルなんですけれども、人によってはですね、本当にすごいトレーニングしてる人は RCP になってやっと呼吸数増える人もいるんですね。でこの呼吸数をすごく息切れ感って感じる方はですね、やっぱりこの AT で息切れが感じ始まっちゃうので、例えばマラソンとか走ると AT レベルで走ることになることがあります。で AT レベルだと時速速くて6キロとかぐらいですから、マラソン7時間とかかかっちゃいますよね。で RCP で呼吸がグッとなるとそこで走れる可能性が出てくるわけですよ。そうすると時速10キロ超えてサブ4とかですね狙うようになるかもしれないということで、ここがどう変わるかっていうのをちょっとトレーニングの目標にしたりしても面白いんじゃないかなと僕は思ったりもしています。でちなみにですね、これが TVRR ですけれども、ちょっと小さくしましょうか。このランプ負荷中、この緑の近くクロス見てくださいね。この 180 ですよね。でここで少し折れ曲がってますよね。でずっと増えていって RC ポイントかなっていうようなところで、もうそれ超えると横になりますよね。でインフレクションポイントってのは2つあるわけです。でこれが普通の人のパターンですからね。ここで運動処方するということです。でそれからあとですね、最近よく言うのがこれですね。横軸がワークレート、縦軸が VO2 オーバーハートレートで、ワークレートは筋力、ピークワークレート筋力とかそれだけじゃないですよ。当然何かの理由で運動をやめたらそれでピークワークレート下がりますけどね。でもそういうじゃない場合には割と筋力の影響が強いということで、ここは正常 100% なんですね。この彼の年齢性別でいくと。でそのプラスマイナス 20% です。で O2 パルスはストロークボリュームということで、ピークのストロークボリュームがここでプラスマイナス 20%。ですからこの辺から始まってここに収まれば正常なんです。上に突然入る。彼の場合これオーバーシュートしちゃってますけど、力もすごいし、力と筋力もすごいし、速部もすごいなということなんですけれども、このパターンっていうのもいろいろどういう心臓病がどういう影響を与えているかなって見るのに役に立つというふうに思っています。でもう一つがカルディオマッスルパネルというやつですよね。ピーク VO2 もこれもマッスルって言ってます。こちら VV-CO2 はカルディオ、これ心拍数に主に依存しますよね。でこっちマッスルだけじゃないですよね。当然ね、肺とか心臓関係しますけれども、特に心不全の人なんかはジョンドンの論文にもありますように骨格筋量がピーク VO2 を決めるんですよ。ですからそういう人にとってはマッスルということで、普通はここ 100% の32ぐらいで、ちょっと普通の心不全はこの辺なんですね。で例えばデバイス CRTD 入れたりすると下に来るんです。心拍数が増えますから。でも心理派をしないとこっちには来ないですね。でここに来た人をこっちに持ってくるのは心理派の仕事だということで、どこの位置にあるかで、心臓の治療頑張るか心理派頑張るかということを決めるといいかなと思っています。ランプ負荷中にいろいろ僕は何考えているかというようなことをお話しさせていただきました。この間にもいろいろあるんですけれども、それぞれの項目のところでお話したいと思います。以上で今回の話はおしまいです。どうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。